皆さんこんにちは。パッチワークで布小物を制作していますチャビーママです。今回は小鳥さんの形をした小さなポーチを作っていきたいと思います。今回は一辺が2センチのヘキサゴンをつないでキルトトップを作ります。まず最初に横に1列縫いつないでいきます。印から印まで縫ってください。横に縫いつなぎ終わったら今度は列と列とをつないでいきます。やはり印から印まで縫って縫い代を風車倒しという倒し方で倒していきます。完成したキルトトップの裏側に片面接着キルト芯を貼っていきます。今回は少し厚手のキルト面を準備しました。縫い代なしの立ち切りでダーツの部分も切り落としておきます。キルトトップの中心とキルト面の中心を合わせて周りに 0.7 センチの縫い代がつけられるようにバランスを見ながらキルト面を貼ってください。水で消えるチャコペンを使ってキルトラインを描いてキルティングをしていきます。キルティングが終わったら霧吹きで水をかけてキルトラインを消しておきます。ここからは各パーツを作っていきます。それぞれの生地に接着芯を貼ってミシンをかけてから縫い代を短く切り揃えて表に返してパーツを作っていきます。翼の上にアプリケをつけます。
ゲールチャコペンで型紙を写してから縫い代を切っていきます。この時まつりつける部分の縫い代は短めに切り揃えて切り込みを入れておきます。その他の縫い代は翼の本体の方の縫い代と同じぐらい残しておいてください。アプリケの下に翼の模様をキルティングで入れていきます。翼の布を中表に合わせて返し口になるところに印をつけておきます。この周りを細かい目のミシンで縫います。尾羽も同じように縫い代の端から接着させたキルト面の周りを細かい縫い目でぐるりと縫ってください。ミシンをかけ終わったら縫い代を短く切り揃えていきます。この時返し口の部分の縫い代は広めに残しておいてください。短く切ってしまうと後で閉じる時に縫いにくくなってしまいます。カーブの部分には少し切り目を入れておきましょう。表に返し終わったらピンセットの先などを使ってカーブをきれいに返していきましょう。返し口の縫い代を中に折り込んでコの字とじで閉じていきます。尾羽の返し口の縫い代は内側に折り込んでおきます。
体の後ろ側の布です。接着キルト面を貼ったら、周りに 0.7 センチの縫い代をつけて縫い代を切り落とします。表側の布も同じように 0.7 センチの縫い代をつけて余分な部分を切り落としておいてください。ダーツを縫っていきます。ダーツは表布に4箇所、内袋布に4箇所、合計8箇所のダーツがあります。幅の広い方から細い方に向かって細かい縫い目のミシンで縫っていってください。すべてのパーツが揃いましたので、仕立ててポーチにしていきます。まずくちばしを上の端から 1.5 センチの位置にしつけ糸で仮留めしておきます。後ろ側の布と中表で重ねて、この端の部分を5センチだけ先にミシンをかけておきます。内袋も同じように端から5センチ先にミシンをかけておきます。ミシンをかけ終わりました。広げるとこんな形になっています。内側の布と表側の布です。表側の布にくちばしを挟んであるので、ちょうどいいぐらいの大きさに縫えているか確認してください。縫い代は開いておきます。表側の袋と内側の袋をこのように中表で重ねて、その間にファスナーを挟みます。ファスナーには中央に印をつけておきます。ファスナーのエレメントを下に向けて、中央の印と中央の印を合わせて留めます。両端の方も留めていきます。ミ
ミシンをかけていきますが、この時縫い代の端から縫わないで印から印まで縫っていきます。縫い終わりもこの位置で返し縫いをしてください。ミシンをかけるときずれやすいので待ち針を多めに打っておきます。ミシンの押さえはファスナー押さえに変えてください。翼と目玉をつけていきます。このように半分に折ってつける位置を決めたら、内袋を上にめくって裏側から針を入れて刺繍糸の2本取りでボタンをつけます。目玉も同じように裏側から針を入れて刺繍糸の3本取りで縫い付けていきます。目玉と翼をつけ終わったらもう一度開いて、今度は内袋側と本体側とに分けてカーブの部分をミシンで縫っていきます。ダーツは交互になるように倒してクリップで留めます。ファスナーは表布の方に向かって倒しておきます。中袋の方にファスナーの端から5センチぐらいのところを返し口として残しておきます。表側の方も同じようにダーツを交互に倒してカーブ部分をミシンで縫います。最初に縫ってあったところから縫い始めて、ファスナーのギリギリのところまでをミシンで縫います。返し口から表に返していきます。内側の返し口を閉じていきます。このように残しておいた縫い代を内側に折り込んで、この字と字で閉じ付けていきます。表側の縫い代も同じように折り込んで、内側の布と合わせて閉じ付けていきます。この時待ち針で留めておくのは難しいので、仮留め用のスティックのりでつけておくと便利です。
ァスナーにスライダーをつけていきます。ずれないようにクリップで中心を留めてから、エレメントが向かい合わせになるように半分に折って端からスライダーを通します。最後にファスナーの端に尾羽をつけていきます。ファスナーのエレメントのところは針で縫うことができないので、手芸用ボンドなどを少しつけて、この部分だけボンドで留めておきます。尾羽をふっくらさせるために爪綿をほんの少し詰めておきます。尾羽をまつりつけていきます。尾羽をつけ終わったら小鳥さんのポーチの完成です。意外と簡単に短時間でできると思うので、キルトトップのパターンを変えたりしていろいろ楽しんで作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。